前立腺がんの診断にはまず、スクリーニング検査を行います。スクリーニング検査とは、前立腺がんの可能性がある人を見つけるための検査のことです。採血でわかる PSA 検査だったり、施設によっては、直腸内触診や、経直腸的超音波検査や、MRI、CT 検査のような画像検査を併用することがあります。スクリーニング検査によって、がんが疑われた場合には、次に確定診断を行います。ここで、がんが確定された場合には、続いて、病気診断を行い、がんの進行度、がんの広がりですね。そういうのを確認することになります。はい、ラジオです。今回は、前立腺がんの診断から確定診断までについて解説します。ぜひ最後までご視聴ください。スクリーニング検査の中で最も精度が高く、採血で簡単に行うことができるのが PSA 検査です。PSA は前立腺に特異的なタンパク質の一種です。PSA は健康な時にも血液中に存在していますが、前立腺に癌が発生すると大量の PSA が血液中に流れ出ます。しかし、PSA が正常より高い値だからといって、必ずしも癌であるとは限りません。前立腺肥大症や前立腺炎でも PSA の値が高くなることがあります。前立腺の背部には直腸が接しています。直腸内触診を行う場合は、肛門から直腸に指を入れて、前立腺に触れることで、前立腺の状態を確認します。直腸内触診では、前立腺の全体の大きさや硬さ、表面の滑らかさ、触ってみて痛みがあるかなどを判定します。ゴツゴツして石のように硬いと、がんの疑いが強くなります。ここからは画像検査をいくつか紹介していきます。まずは、経直腸的超音波検査です。経直腸的超音波検査では、肛門から棒状の超音波プローブを直腸に挿入し、前立腺の内部を画像で観察します。がんがある場合は、前立腺より黒い影として映し出されます。また、前立腺の輪郭が鮮明でない場合や、形が左右対称でない場合など、そのような場合には、がんが疑われます。次は MRI 検査です。前立腺がんの疑いのある症例の極材診断や、後で説明します生検のガイドとして MRI は用いられます。T2 強調画像や拡散強調画像、ディフュージョンとも言ったりしますが、MRI ではいろんな撮影の仕方があって、それらを総合的に判断して前立腺の極材診断を行います。前立腺がんの腺外浸潤、性脳浸潤や骨、リンパ節など周囲の臓器に転移がないかの評価に MRI は大変有用です。似たような検査として CT 検査があります。検査としては全く別物なんですが、CT でも前立腺とその周囲のリンパ節や臓器、遠隔臓器を画像に映し出すことによって、がんが前立腺内に留まっているのか、それとも周囲の臓器に浸潤しているのか、または遠隔臓器やリンパ節に転移しているのかなどを確認することができます。ただし、前立腺の中に留まっている早期の小さながんは CT では指摘するのが難しいので、MRI を先に行うことが多いと思います。前立腺がんは骨に転移しやすい特徴があります。そのため、骨への転移の有無を調べるために骨シンチグラフィーを行います。骨シンチグラフィーは放射性医薬品ががんの転移のある骨に集まる性質を利用した検査です。放射性医薬品を静脈から注射した後、装置で全身の骨を撮影すると、
がんの転移のある骨は黒く映ります。画像検査でがんが疑われるような場所があれば、その場所の組織を取ってきて、がんであるか確定診断をします。直腸に超音波プローブを挿入し、前立腺の画像を映しながら、がんが疑われる場所や、がんの後発部位を狙って、自動生検装置で針を刺し、6箇所以上の組織を採取します。標的となる病変が小さい場合は、事前に撮影した MRI 画像とフュージョンすると、確実に目的の部位の組織を採取することができます。採取した組織を顕微鏡で観察して、がんがあるかどうかを確認し、がんがあった場合には、その悪性度を確認します。針生検の方法は、直腸から針を刺す方法と、会陰部から針を刺す方法があります。直腸式では麻酔なしで検査できるため、痛みもほとんどなく、外来でできますが、稀に出血や発熱が起こることがあります。会陰式は発熱の危険はほとんどありませんが、麻酔が必要となるため、一般的には2、3日の入院が必要です。生検の結果、前立腺がんの診断がされると、前立腺がんの場合、がんの細胞の構築の悪性度をグリーソンスコアという分類を使って表します。前立腺がん特有の組織軽度分類であり、前立腺がんの治療方法を選ぶ際に重要な分類法です。分類の方法ですが、まず、生検で採取したがん細胞の病理画像を使用します。がん細胞の組織構造を顕微鏡で調べて、最も多い組織像と2番目に多い組織像を選びます。次に、それぞれの組織像を悪性度の低い1から最も悪性度の高い5までの5段階の組織分類に当てはめます。そして、その2つの組織像のスコアを合計したものがグリーソンスコアになります。グリーソンスコアでは、最も悪性度の低い2から最も悪性度の高い10までの9段階に分類されることになります。前立腺がんの治療方針を決定するときに、スクリーニング検査の結果、がんはどのぐらい進行しているのか、転移はしているのかといったことや、生検の結果、がんの悪性度はどの程度なのかといった情報が重要になります。そういった情報をもとに、治療方針の判断基準となるのは、TNM 分類と予後分類です。TNM 分類は T、原発使用、N、リンパ節転移、M、遠隔転移によって、がんの進行度を分類するものです。前立腺がんでは、病気の進み具合により、3つの段階に分けて考えると理解しやすいです。一番最初の初期の段階は、がんが前立腺内に限局する限局がんです。進行すると、周囲の脂肪組織や隣接する性能に浸潤をきたすようになり、これを局所浸潤がんと呼んでいます。さらに進行すると、リンパ節や骨に転移をきたすようになり、これを転移がんと呼んでいます。限局がんの場合は、基本的におとなしいがんであることが多いですが、転移がんでは急速に進行する上に、種子の治療法に対して抵抗性であることが多く、生命の危機になります。予後分類は TNM 分類だけでなく、PSA の値、ブリーソン分類を加味して評価します。前立腺がんは経過の多様ながんであるため、再発の可能性や生命予後など推測するリスク分類もダミコや NCCN など何種類か考案され、臨床の場で参考にされています。中リスクはグリーソンスコアが7なんですが、同じ7でも3たす4を予後良好中リスク、4たす3のケースでは予後不良中リスクとなっています。
リスク分類に沿って患者さんの割合を見てみますと、約半分の51.8% が中間リスクで、超低リスクが 4.6%、低リスクが 26.3%、高リスクが 10.6%、超高リスクが 6.7% だったという報告があります。7年の治療成績は、全生存率、がんの死亡率、転移率において、超低リスク、低リスク、予後良好中間リスクまでは良好な結果であり、即座に治療を開始しないで、しばらく様子を見る、PSA 監視療法といった方法が採用されることもあります。最後に、前立腺がんを早期に発見するために、積極的に検診を受けていただきたいです。前立腺がんの危険因子の一つに年齢があります。50歳を過ぎると、罹患率が急激に増加するため、50歳を過ぎたら1年に一度検査を受けることが推奨されています。他にも前立腺がんのかかりやすさには家族歴があります。そのため前立腺がんと診断されたご家族のいる男性は、できれば40歳になったら PSA 検査を受けることをお勧めします。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんがこの動画をどう思っているのか知りたいので、高評価でも低評価でもよろしいので、評価していただきますと非常に嬉しいです。また、コメントや質問も受け付けております。今後も動画を追加していきますので、応援してくださる方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお待ちしております。ありがとうございました。